ボンジョー。今日もセーヌの源流を訪ねる旅の続きをお話しします。バスを降りて源流へ通じる日向の一本道を歩き始めた私に無数のハエがつきまといます。不潔にしている覚えはないし、何か特別な香水をつけているわけでもないのに、どうして？不思議なのは、ハエたちは決して体には止まらずに、まるで私全体をベールで覆うようにしながら一緒に移動しているのです。三脚の入っている袋をブンブン振り回して追い払おうとしても効果なし。決して気持ちのいいものではありませんが、ここはじっと耐えながら進むしかありません。しばらく行くと左手に一軒の農家が見えてきました。バスに乗っている間もずっと手元から離さずに見ていた地図。1センチ250メートルの縮尺の地図に黒い点で書かれてあったあの場所です。木立に守られ、金網の塀を巡らしてある敷地の中には、母屋や納屋などがあるように見えます。すると2匹の犬が走り出してきて、金網に顔をすりつけるようにしながらこちらに向かって吠え出しました。ハエの次は犬？小さい時に犬に追いかけられて怖い思いをしたトラウマから、私は未だに犬が苦手です。しかも田舎のポツンと一軒家ですから、見知らぬ者が近づいてきたら、巣は一大事と盛大に吠えるのは彼らにとっての自然です。仇と目されている私としては、なおさら身構えてしまいます。少しでも早く通り過ぎてしまわなくては、とスピードを速め、犬たちの方は見ないようにしていましたが、それでもしばらくは背中にウォンウォンという声を浴びながら歩いていました。犬の声が小さくなった頃、一本道は森の中へと入ります。そして曲がった下り坂になりました。すると、ずっとしつこくつきまとってきたハエ集団がすっかりいなくなっていました。さっきまでは不快で仕方なかったハエたちですが、こうして忽然と消えてしまうと、今度は得体の知れない不安に包まれます。一年で一番昼の長い夏至の日、快晴の朝ですが、うっそうとした森の中には湿った空気が立ち込めていて、日の差さない道は次第にひんやりとしてきます。まるで光の世界から影の世界へ、舞台が暗転してしまったようです。ここで私がどうなってもきっと誰にもわからない。獣の気配がありはしないか、そんな恐れさえ頭をよぎります。バスを降りてから人とも車ともすれ違うことなく30分以上は歩いたでしょうか。道路の右肩に目的の場所を知らせる看板があるのが目に入ってきました。Domaine de Saustrassen、セーヌ源流域。白い板に黒い文字でそう書かれています。そしてこの2行の上に添えられた文字に、あれと思いました。Ville de Paris、パリ市と書いてあるではありませんか。とうとうと流れるパリのセーヌ川に近い我が家を出て、新幹線でディジョンまで、そして
ほとんど無人に近い路線バスに揺られ、ハエに囲まれ、犬に吠えられ、うっそうとした森を一人ひたすら歩いてきてみれば、そこもまたパリ市の飛び地だったのです。どんなに頑張ってもお釈迦様の手のひらからは出られない孫悟空のような気分です。けれどもそこで拍子抜けしている場合ではありません。看板の横には階段があって、そこから土手の下に降りられるようになっています。降りた先は森の中にぽっかり開けた小さな広場のようになっていて、ピクニックができるような木のテーブルとベンチもあります。それを左手に見ながら道なりに進み、背の高い針葉樹、ヨーロッパ頭皮の横を過ぎたとき、私は思わず立ち止まり、深呼吸しながら目の前の光景に笑みがこぼれました。こういうことだったんだ。川の源流と聞いて皆さんはどんな風景を思い浮かべますか？険しい山奥の岩の間からちょろちょろと水が流れている、そんなイメージでしょうか。セーヌの始まりはと言いますと、森の大地のあちらこちらからふつふつと染み出してきた水が小さな小さな泉を結び、それがかすかなせせらぎの音とともに流れ出していく、そんなイメージです。木々に囲まれた小さな盆地のような流域全体が文字通りみずみずしい緑のたらいのようです。そこだけ草を刈り取ってある小道は細い流れになったセーヌに寄り添い、さらに奥にある洞窟へ、そして洞窟の中に横たわっている女神のもとへと誘ってくれます。そう、セーヌの源流には女神様がいるのです。